はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はですね、小田原厚木道路を今小田原方面から厚木方面へ向かって走ってます。だから何っていう感じかもしれませんが、だから何でもないんですけど、ついつい気持ちいいんで動画にしちゃおうかなと思って映像を撮ってます。今ね、この小田原厚木道路はリニューアル工事中なんですよね。だから、要所要所工事をねしてますよね。工事が終わるとだいぶ快適になるみたいですよ。ここに来る途中、車がバイクを煽ってるのを目撃したので語り始めます。煽ってね、人のこと煽ってですね、俺は見つけた、また煽ってやれみたいな、そういうやつの方がね、私よっぽども危ないと思うな。もうそういうやつほど本当に免許をね取り上げてほしい、そういうふうに思います。本当にこういうふうにねカメラで撮ってますからね、そういう画像でね警察も取り締まりができるような、そういう制度ね、本当作ってもらいたいなというふうに思いますね。今車はさ、大体ドライブレコーダーとかつけてますから、そういう画像でね警察に持って行って、そういう煽り行為の車とか、あと、ね、違反を繰り返す車とか、そういう車の画像を警察に持って行って警察がそれで取り締まりをできるというふうになれば、そりゃあ安全運転する人多くなるんじゃないですかね。今やだってほら、警察官がいない、白バイがいなければね、警察官もいな、パトカーもいなければもう平気でしょ、みんなね。無謀な運転する人が多い。だけど白バイがいたり警察官、パトカーがいたり警察官がいるとやむなく安全に運転する。それやっぱり取り締まりをされたくないからでしょ。ですから世間一般の車とかバイクは、こういう画像はですね、警察官の目になればいいわけですよ。どうか警察庁のお偉い皆さん、そういった法律の施行をよろしくお願いします。もうそういう時代になってもいいんじゃないですかね。警察官のなり手もだいぶ減ってきているようでありまして、このままいくとやっぱり人手不足で公務員もだんだん減ってきてるんで、警察官の数や消防官の数も減ってるんですよ。だから機械にねある程度頼らなければならない、そういう時代にもっとなってくると思いますから、こういうね民間の画像を有効に使えるような、そういうね取り締まりができるように法律の改正をよろしくお願いしたいと思います。切望します。これねリニューアル工事してるので対面交通なんですよ。対面ね、いつもはほら片側2車線で中央分離帯があって向こう側とこっち側分かれてますけど、今リニューアル工事中なんで片側1車線で対面通行です、ね、だからこういう場合もあるので、気をつけて走んないといけないなって思いますよね。いつもの高速道路のつもりでね飛ばして走ってると、反対側の車はねこういうね簡単なほら車線に立ってるポールだけだから、こっちにね突っ込んでくる車もあるかもしれないんで、だから正面衝突になっちゃうからね。
そういったことも気をつけながら、こういう工事をしてる高速道路は走らないといけないと思います。でもこの小田原厚木道路ってね、本当走りやすいですよね。今日は天気がいいから余計そういう感じしますかね。走りやすい。大磯のパーキングエリアに入って美味しいものがあれば軽く食事したいと思います。このパーキングエリア入るの初めてなんでどうでしょうかね。入りましょう。大磯パーキングエリア。さあバイク置き場があるんでしょうか、ないんでしょうか。こうね、パーキングエリアとか入ってる時にね、北に進みます。バイク置き場とかあるんで探すの大変なんで、あった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 、見つけました。大体端っこの方だね、やってね。発見、バイク一台目いません。こうでした。北東に進みます。斜め右方向です。はい、ありがとう花火くん。よいしょ。大磯パーキングエリアね、ちょっと見てみたいと思います。平日だったですけども、結構ね車止まってますね。結構人がいるなって感じしました。大磯のパーキングエリアこんな感じですね。ちょっとねお腹が空いてきてしまいましたので、ここで、食事をとりたいと思いました。なんとしらす二色丼っていうね大きな看板が出てましたので、吸い込まれるように入ってしまいましたよ。入ってみましたら、ここにもしらす二色丼の看板が出てました。それは早速券売機で券を買おうと思います。お金を入れてすかさずしらす二色丼ボタンを押しました。楽しみです。早速来ました。しらす二色丼。釜揚げしらすと生しらすにはちょっと味がついているということでありました。それでは早速いただきたいと思います。それでは釜揚げとですね生しらすをちょっと混ぜていってみたいと思います。はい、いただきます。うまい。ここからは恒例の早送りでいきたいと思います。本当にね美味しいしらす丼でしたよ。この2色でね味わうっていうのも私初めてでしたので、非常にねしらすの味わいをですね深々と感じる、そういうしらす丼でした。またこのね生卵もあえて食べると本当に味がですね数倍良くなるような、そんな感じがしましたね。とっても美味しかったです。量的には結構ボリューミーだったんですけども、美味しいせいですかね、あっという間に食べきってしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、大磯パーキングエリアさん、なんですか、しらす二色丼、釜揚げとそれから生しらすですかね。生しらすってもちょっとね味がついてる味付け生しらすですかね。美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは自宅に帰りましょう。またこういう美味しいのを一人で食べてると妻に怒られちゃうかもしれませんが、許してください。先に謝っておきます。ごめんなさい。
今度必ずまた連れてきます。でも平日の小田原厚木道路ってこんなに空いてんですね。もうびっくりするぐらい車いないですよ週末になるとねすごいですけどね、結構ね箱根とか行くね道ですからね。でもこんだけ空いてるとね走ってても気持ちいいですよね。なんかあんまり周りを気にしなくていいので、やっぱりバイクは平日だなまあ今でこそね、私はね最初警察を定年して、その後、次の職場、ね、運送屋さんだったんですけども、そこで、まあ年金をもらえる65歳まで5年間仕事をして、で先般その任期を終えて、まあ全てにおいて、まあ、定年退職をしたわけでありますけど、そして晴れて毎日サンデー、ね、ようやくなんだろう、自分の好きなことが自由にできるなっていう、ここでようやくですねなりましたね。まあそれも妻のね支えがあればこそなんですけど、ね、一人で勝手に何でもできるわけじゃないんで、妻いるからこうしてバイクにも乗れてるし、好きなこともできるし、本当妻に感謝なんですけども、まあね、本当はねずっとこういう生活をしていたいけどもね、一日でも長くこういう生活をするためにやっぱり健康にね留意していかないといけないんだなというふうに思いますね。若い自分はやっぱりね一生懸命仕事を最優先でやってましたんで、まあね、休みも週末だけっていう感じでしたけどね、場合にはね、何ヶ月も休みなしでね働かなければいけない、まあ、昼夜を問わずね24時間体制でね働いた時もありましたけど、まあ若いうちはね仕事に没頭するっていうのはまあ当然な話でありますから、そういうことを一生懸命して何十年も勤め上げて、ようやく今があるんだなっていうふうに私は実感してます。ですので今なんだろう、仕事に追われて大変な思いをされている方いっぱいいると思いますけどもね、定年退職すればまあ素晴らしい人生というのかな、まあ自分が念願にしていた、ことができるようになる時はきっと来ると思いますから、頑張りましょう。なんか応援団になってるのかどうかよく分かりませんがぼーっと走ってるような感じですけど、ニーグリップだけは、まあ、忘れないっていうか、まあ、自然と私の場合できちゃうんで癖になってますから、ニーグリップしてないニーグリップしないで走れっていう方が私にとっては難しいかな、そういう感じですね。まああと速度ね、これは気をつけて走ればこういう道路は何ら問題ないと思います。はい、厚木の街が見えてきました。まもなく、小田原厚木道路終点厚木ですね。東名高速と接点を持ってます厚木です。小田原厚木道路いかがだったでしょうか。今日はねリニューアル工事も今やってますからね、でもとっても走りやすい道路で、そして大磯パーキングエリアでですね美味しい食事も取れました、ね、また走りたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様方ご安全に。